皆さんこんにちは。くらたびマレーシアのウェイです。今日もですね、カジュアルな動画を皆さんにシェアさせていただくことになりました。前回の動画はマレーシアの料理を紹介する動画でしたが、今回はマレーシアでよく使われる英語表現を13組皆さんにシェアさせていただきたいと思います。今から紹介する表現はマレーシアではとても実用的な英語表現なので、ぜひこの動画を最後までご視聴ください。ではスタートしましょう。表現1はコンタクトナンバーです。日本語でコンタクトって言ったらコンタクトレンズのことを指していると思うんですが、英語で Can I have your contact number? と聞かれた時、コンタクトレンズの番号と思ってしまう方はいるかもしれませんが、これは実は連絡先、携帯番号または電話番号のことを指しています。レストランの予約とかビジネス誌などでもよく使われる表現なので、覚えていただくと便利かなと思います。表現2はペトロールステーションという表現です。このペトロールステーションというのは日本語でガソリンスタンドを意味しています。マレーシアは車社会なので、この表現を使うことはたくさんあると思います。例えばグラブというマレーシアですごく人気のある配車アプリで、タクシーとかライドシェアの車を呼んで目的地まで運んでもらっている途中で、ドライバーさんに Can I go to the petrol station? と聞かれることがあります。このペトロールステーションという表現の意味がわかると、なるほど、ガソリンがなくなってきたんですね、ちょっとガソリンスタンドに寄りたいんですねとすぐわかります。表現3はタッチ&ゴーです。このタッチ&ゴーは表現というよりも名前ですね。どんなものの名前かっていうと、マレーシアの交通系 IC カードの名前です。日本のスイカとかパスモのようなものです。このタッチ&ゴーカードはマレーシアの LRT、KTM、バスなどに乗るときに使います。もちろん現金でチケットを買ってバスとかに乗ることも可能ですが、このタッチ&ゴーカードを使うとわざわざ列に並んでチケットを買う必要はないので、時間の節約にはなると思います。そしてこのタッチ&ゴーカードはマレーシアのショッピングモールなどの駐車場や高速道路のその料金の支払いにも使います。このタッチ&ゴーカードはほとんどの電車の駅で販売されていますので、手軽に買うことができます。値段は1枚10リンギットです。10リンギットです。そして使用期間は10年間もあるので長く使えます。表現4はトップアップです。トップアップは日本語ではチャージっていう意味です。このトップアップっていう表現はよくタッチ&ゴーと一緒に使います。マレーシアのコンビニとか電車駅の窓口でこのタッチ&ゴーカードをチャージしたい場合は I would like to top up my touch and go card を言ってそのスタッフの方にチャージしてもらいます。携帯電話のチャージをしたい場合はコンビニで I would like to top up my mobile credit を言ってその店員さんにチャージしてもらいます。このトップアップっていう表現はマレーシアではよく使われていますので、覚えていただくといいかもしれません。引き続き表現5です。表現5はメンバーカードとプラスチックバッグです。この2つの表現をセットにしました。セットにした理由はマレーシアのスーパーとかコンビニなどで買い物してレジでお会計をしてもらうときによく使われる表現だからです。店員さんにはよくこの以下の2つの質問を聞かれます。1つ目は Do you have a member card? Do you have a member card? メンバーカードはお持ちですかっていう質問です。2つ目は Do you need a plastic bag?Do you need a plastic bag? 袋はいりますかっていうことです。時々プラスティックとしか聞かれないこともあります。
表現6は take away です。日本語では take out と言いますが、マレーシアでは take away と言います。マレーシアのレストランに入る前によく店員さんに having here or taking away と聞かれます。イートインの場合は having here と言います。で、持ち帰りの場合は taking away を言います。皆さんがもしマレーシアに来られたらレストランに行く機会はきっとたくさんあると思いますので、この表現を覚えておいてください。次は表現7です。表現7はファーストフロア、グランドフロア、LG などです。日本の建物の場合は1階を言うとファーストフロアになりますよね。これはアメリカの英語だと思います。マレーシアはイギリス英語の影響を受けていたからなどだと思いますが、ここの建物のファーストフロアを言うと実は日本の建物の2階のことを指しています。例えば私の事務所は2階にありますと言いたい場合は英語で My office is on the first floor と言います。では日本でいう1階、建物の1階はマレーシアで何と言いますかっていうと、実はグランドフロアになります。グランドフロアですね。そして時々マレーシアの建物で LG1 とか LG2 とか見かけます。この LG っていうのはロアグラウンドの意味です。つまり地下ですね。地下1階、地下2階とかっていう意味です。なのでこれらの表現を覚えていただくと勘違いはしにくいかなと思います。これらの表現を知らずに、例えばマレーシアで友人ができて、その友人に今日はどこどこのショッピングモールで何時に例えば1階で待ち合わせしましょうねと言ってもなかなか落ち合うことは多分できないと思います。表現8はオファーレターまたはレターオブオファーっていう表現です。この表現はよく就職の時、入学の時に使われます。例を一つ挙げます。志望大学の志望学部に入学したいです。そのために必要な書類を大学に提出しました。そして大学の方が書類の確認をしてくれます。確認が完了して合格です。合格をもらいました。で、その時はオファーレターが発行されます。多分大体メールで発行される場合が多いですね。で、そのオファーレターはとても大事なものです。皆さん、特に大学生または大学生の方、インターナショナルスクールの方はマレーシアに渡航される時は必ずこのオファーレターをご持参ください。とても大事なものです。表現9はバンクインっていう表現です。このバンクインっていうのは実は銀行の口座に入金するっていう意味です。弊社は実はよく支払い代行、授業料などの支払い代行を行っているんですが、その支払い代行が終わった後は必ず学校の人に I have banked in this tuition fee. I've banked in the tuition fee for this student と報告します。そして銀行からもらった領収書も一緒に添付してメールで送ります。マレーシアは日本と違って支払い側が入金の証拠を相手に提示して証明するのです。表現10はバンガローです。日本でバンガローと言ったら山小屋のことを想像すると思いますが、マレーシアでは違います。マレーシアのお友達に明日私のバンガローに遊びに来ませんかと誘われたら、山小屋ですか？あなたは山小屋に住んでいるんですかと思ってしまうことはあるかもしれませんが、実はマレーシアでバンガローと言ったら一戸建てっていう意味ですね。スペースが大きくて広い一戸建ての意味です。表現11はユニットシェアです。この表現はマレーシアの大学生が寮を借りるときによく使います。ユニットシェアというのは一つの物件を何人かでシェアすることです。つまり寝室のみはプライベートで、ダイニングエリアとかキッチンとかリビングは共用
する形になっています。バストイレは共用の場合もありますし、部屋、寝室内についている場合もあります。日本の学生寮みたいに 1LDK の物件もマレーシアにありますが、家賃は割と高いですし、一人暮らしだと英語の上達はなかなかならないと思うので、あまりおすすめしません。次は表現12です。表現12はミスターとミスです。日本では人を呼ぶときに何々様、何々さんを呼んでいると思いますが、マレーシアではだいたいミスターとミスをつけます。つけることが多いです。ラストネームにもファーストネームにも使います。例えば私の名前です。私のフルネームはチョンシャウェイです。で、人から呼ばれるときはミスチョンと呼ばれることもありますし、ミスシャウェイと呼ばれることもあります。はい、では最後の表現です。最後の表現は can という表現です。これはマレーシアの独特な表現、独特な使い方だと思います。人に何かお願いをされて返事をするときによく使います。例えば Can you buy me a drink? 飲み物を買ってくれませんかと聞かれて、いいですよと返事したい場合は Can と言ったら通じます。Can 一言だけです。で、これは正しい英語ではないと思いますが、一応マレーシアのすごく独特な表現です。これも覚えていただくと面白いかなと思います。以上がマレーシアでよく使われる13組の英語表現です。他にもたくさんあると思いますが、また今度皆さんにシェアさせていただきたいと思います。この動画を見てよかった、面白かったと思う方はぜひいいねをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。See you!